皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画は結構悩まれてる方も多いんとちゃうかな。Z52、Z52 っていうの Z52 と52についてどちらを買うべきですかってね、悩まれてる方結構多いので、ニコンのカメラの選び方というか悩みについてこういう風に考えたらいいんじゃないみたいな話をしていこうかと思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ。はい、改めましてじまでございます。早速画面切り替えておりますね。 Z52 と Z52 どちらを買うべきですか。ニコンのカメラ選び悩みを解決していきましょうといったところで目次ですね。まずご質問をいただきました。2つ目、先に結論です。3つ目、 Z52 をおすすめする理由。4つ目、とはいえ日常使いなら Z52 で十分じゃないっていう話で、5つ目、改めて結論という内容です。まずこちらですね、ご質問いただきました、こんにちは。今は ZFC を使っております。いいですよね、 ZFC ね。レンズはニッコール Z の、DX18-140mm F3.5 から 6.3VR と、ニッコール Z28mm F2.8 のおしゃれタイプスペシャルエディションのことかな。で ZFC やからきっと合わせて買うたんかなっていうのがちょっと想像しちゃいますけども、おしゃれタイプのレンズを持ってますと。ジマさんの動画を見て Z52 と Z52 どっちにしようかなと悩んでいます。あまりカメラにお金をかけることはできないのですが、買い物で後悔したくないのが本音です。大事ですよね。どう思いますかといったところで、いつもご視聴いただきありがとうございます。また機会があれば動画でご紹介しますねといったところです。ページ進めますね。先に結論です。価格重視であれば Z52 で十分楽しめますよっていうのを前提に前置きに、せっかくならば、だって後悔したくないって話だったじゃないですか、買い物にね。せっかくなら Z52 をおすすめしたいなっていうのが私の結論です。で Z52 をおすすめする理由なんですけども、すでに ZFC 言うたら APS-C のね、DX フォーマットのカメラをお持ちである、かつ買い物で後悔したくないという一文があるので、ステップアップの意味を含めて ZFC プラス Z52 よりも ZFC プラス Z52 っていうものを使い分けてもらう方がいいんじゃないのかなって思いました。もちろん大事なポイントありましたね。カメラにあまりお金をかけることができないという一文を無視することはできません。なのでちょっと進めますけど、予算重視であれば Z52 でバッテリーが EN-EL25 系統で統一できますし、18140ね DX の3.5 から 6.3 の VR をお持ちということなので、 ZFC と Z52 レンズね DX フォーマットのカメラで、一緒に使うことできます。Z52 でも使えるんですけど、あちらさんはフルサイズになりますので、強制的にね DX クロップになりますよと。で高画素機であればまだしもね、2450の有効画素数のカメラに対して DX 強制ってなるとちょっとね、選ぶ上で使う分にはいいけど強制っていうのはちょっと悩ましいところがありますし、28mmF2.8 のスペシャルエディションは、違うわ、おしゃれタイプっておっしゃってたね。おしゃれタイプのレンズはフルサイズ対応なので Z52 買うと 28mm が常にくっついた状態になるんじゃないのかなっていうのが予想できたりします。ただもし私のこの考えが外れていて ZFC を下取りに出す、手放して ZFC のお金を使った上で買い取ってもらったお金を使った上で Z52 へ入れ替えるであったりとか、Z52 を買う、フルサイズにステップアップしたいっていう風になってくるとちょっと話は別で、そうなると ZF でもいいんじゃないって思っちゃいます。 ZFC でおしゃれタイプのレンズ、きっとああいう形のねヘリテージデザインのカメラに魅力を感じていたんだろうなっていうところを考えて ZFC をもしですよ
手放す場合は ZF ってのもありだと思います。で ZFC を手放さずにシンプルに Z52 か Z52 を追加購入するのであれば、可能であれば後悔したくないという話なので Z52 を選んでいただくのがいいかな。ただ価格重視であれば Z52、ここはね、後悔したくない買い物の方が思いが強いのか、価格重視っていうところの現実を見るのか、これで判断が変わってくるかと思います。ちょっとページ進めますね。ニッコール Z28mmF2.8 おしゃれタイプ、おそらくスペシャルエディションが使えるじゃないですかっていう話なんですけども、このレンズはですね、フルサイズ対応です。なので FX フォーマット対応なのでね、周辺が蹴られることはありません。なので Z52 っていうものを導入しても、DX のレンズだけの方であればレンズも一緒に揃えていく必要があるんですが、 28mmF2.8 をお持ちであればもう Z52 はこっち使えばいいっていう答えが出るので、比較的 Z52 に対する導入ハードルはそんなに高くないと思うんですね。このご質問者様に関しては。ZFC にはもう DX18140 くっつけたまま。で、Z52 には 28mmF2.8 をくっつけたまま。で使える。でもっと言うと Z52 って約 700g ほどあるんですよ。でそれに対して 28mmF2.8 くっつけても 1kg いかないので、900前後ぐらいになりますので、結構コンパクトなフルサイズのカメラとしてストリートフォトであったりとか、楽しむ範囲は結構あると思います。なのでぜひね、使ってみていただくのがいいんじゃないのかなっていうふうには思いました。次のパートは、どちらもエクスピード7世代目の恩恵がありますよねっていう話で、Z52 と Z52 のこの2つが、購入比較する、検討候補として存在しているっていうのは、今の Z シリーズって本当に贅沢だなというか幸せだなって思います。前はね、そんなに Z シリーズ悩むほどのものがなかったっていうのが正直なので、もうエクスピード7世代目9や8や決め打ちで買わなみたいなね感覚で、やっと ZF が出てったなぐらいやったんですけども、今はもう Z9、8、F6 の3でしょ。で52に52ってエクスピードの7世代目もかなり増えました。で ZFC のユーザーさんっていうね風に今回ご質問者様、ご記載ありましたので、どちらのカメラを選んでも多分驚かれます。なんやこれはっていう、エクスピード6世代目と7世代目の差ってこんなにあんのっていうところにきっとびっくりすると思います。撮影効率爆上がりですやんっていう風にね、きっと驚かれると思うんですけども、センサーサイズとかバッテリーの持続性、あとはサイズ質量とか異なってくるし、 Z52 フルサイズはボディ内手ブレ補正が入ってるんですね、 ZFC のユーザーさんから見ると。で Z52 このカメラは特にボディ内手ブレ補正優秀な部類です。全体的に優秀ではあるんですけど、 ZF、Z63、Z52 って特に優秀で、特に Z52 なんてフォーカスポイント VR ね、他の機種にも入ってますけど、ニュースタンダードっていう形でニコンが打ち出している Z シリーズなので、フォーカスポイント VR かなり強化されています。フォーカスポイント VR というか手ブレ補正がねかなり強化されている。なので真ん中の手ブレ補正だけじゃなくて周辺でもちゃんと動いて手ブレ補正効いてくれるよっていうところがねかなり、ポイントが、高いかなというふうに思っております。で Z52 はボディ内手ブレ補正ありません。 DX の18140のようなレンズシフト方式のね、レンズ側に VR がついているものを手ブレ補正を重視するのであれば選ぶ必要があったりしますので、その点の違いはね結構大きかったりもします。ぜひねそういったところを含めて、ZFC と Z52 の両方を持ってもらうっていうのがいいかな。中央 7.5 段の周辺6段やったかなっていうのがあるので、 Z98 に比べて実は Z52 とかの方が手ブレ補正としては優秀だったりもします。であとはですね、画像処理エンジンがもちろん大きいとは思うんですけど、カメラ側の性能
であったりとか、操作系全体的にも Z52 って、触れてみるからこその魅力っていうものはあったりもします。で、そういったものを後々気づいていくと、きっと経験談ですけど、おそらく Z52 がちらつくと思います。ZFC 持ってる価格で Z52 にした、でも Z52 の情報をいろんなとこで見る、ニコンプラザとかで見かける、量販店とかで Z52 が並んでるのを見る、自分は Z52 を持っている、Z52 で携帯性とかね、そういったもので満足していれば問題ないんですけど、なんか金額、価格、お財布事情で Z52 で言い方あれですけど我慢した自分がどっかにいると、経験談上ですね、私はやはり Z52 がちらついてしまうんじゃないのかなって思います。遅かれ早かれ欲しくなったパターンかな。なのでもう先に、Z52 を方をね買っておくっていうのが賢い買い物をしたいって話だったんで、予算も大事なんですけど、賢い買い物って言われると上位モデルを選んでいるのが経験上ねいいんじゃないのかなと思います。これ多分ね、視聴者様の中でもそうだそうだっていう人もいらっしゃれば、いや Z52 買えば Z52 でも満足できるよっていうね風に言っていただく方も多くいらっしゃるかと思うので、どっちが答えっていうのはもうね人によるし、ケースバイケースやし、撮影頻度とかね、撮影に対して何を求めるのかによって変わってはくるんですけど、個人的には悩まれてる時は方高等法がええんちゃうかなってのは思ってたりもします。賢い買い方をしたいっていう話であればね、節約したい、価格を抑えたいであれば間違いなく Z52 なんですけど、こればっかりは難しいね。とはいえ日常使いなら Z52 で十分っていう次のパートに移ります。もう話が転がっとるで、島さんどないすんの、どっちに着地させんのなんですけど、予算を考えると Z52 一択になっちゃうよねというところです。後悔のない買い物という話なので、3年から5年、おそらく次の Z53 かな、後継機っていうものが出るのであれば、かっこ仮ですけどね、おそらく3年から5年後でしょう。Z5 から Z52 も結構間空いてたんでねっていうところがありますので、浮き足立たず過大評価せず Z52 ってものは3年から5年は使えるカメラだろうなって思ってます。で、お買い得感があったりとかコストパフォーマンスが高いカメラとして評価はされていますけども、やはりニコンダイレクトで26万円弱で実売 10% オフのクーポンがあったとはいえ23万円台です。23万円ってどう思います？カメラとかねレンズの買い物に慣れている方からするとお買い得ですわ、こんだけのことができてね。ただ日常生活の中のその日用品とかお家賃とかね、なんか車のガソリン代とかいろいろ生活していく上でのコストを考えていくと、23万円の買い物ってなかなか勇気のいる、かっこええ価格やねっていうところになります。でもっと言うときっとレンズも欲しくなるでしょう。2450とかねレンズキットもありますし、24200の高倍率ズームなんかもねあったりしますので、実売23万円やーって言われても最小構成おそらく30万円ぐらいは、予算ね確保している方がいいんじゃないのかなっていうふうには思います。それに対して Z52 はあくまでも ZFC をお持ちなので、レンズもそんなに積極的に入れ替え追加する必要もないと思います。でバッテリーも共有できるしねっていうところがありますので、Z52 の場合はシンプルに本当に15万円ぐらいで話は済むかなって思います。なのでトータル30万円ぐらいを見込むのか、15万円ぐらいで Z52 で現実的にね価格を抑えるっていうどっちを選ぶのかってのはすごく悩ましいね、人によって答えが変わってくるポイントです。ただ数日ほど冷静に考えていただいて、実際 Z52 とかを量販店とかニコンプラザで触れてみて、忘れられない感情があれば、もうそれはね頑張って Z52 買う方が貯金したりとか、あとは分割2回とか
分割3回とか手数料が膨らまない範囲でね、手数料が0円もしくはまあ数百円数千円で収まる範囲で分割して購入していただくとか、頑張って Z52 を購入する方が後悔のない買い物になるんじゃないのかなってのは思うところがありますので、価格重視なのか価格で諦めているのか、これね結構ポイント大きいんですよね。でもう一つ ZF っていう選択肢もありませんかっていうパートに移ります。と言いますのも ZFC を持っている DX の18140っていう DX フォーマット対応の高倍率ズームを持っている。プラスおしゃれレンズの 28mm の F2.8 おしゃれ版を持っている。スペシャルエディションを持っている。ってなってくるとおそらくヘリテージデザインのカメラに魅力を感じて ZFC を購入されているんだろうなって勝手に予想してるんですだって Z50 とか ZF30 とかの選択肢もあったはずやのに ZFC 選んではんねやろっていうところがあるから、であれば Z52 ももちろんいいカメラですよ。もちろんおすすめできるカメラなんですけど、まあ似たような性能スペック、登場時期的にまあできることがちょっと違ってたりするんですが、 ZF っていう選択肢もあるんですね。で ZF ちょっとだけ Z52 に対して割高感というかちょっと価格がちょっと高めにはなってるんですけど、これもね面白い話で、キャッシュバックを使うと結構トントンになります。キャッシュバックでだいたい3万円ぐらいあったりするんですよ。なのでキャッシュバック時期キャンペーン期間中の購入が前提ですけども、まあ23万円台の ZF52 に対して ZF が29万円後半やったかな、まあ、29万円台で 10% ぐらいのポイントがついて、まあ、3万円弱オフでキャッシュバックの3万円で6万円弱ぐらいオフになるっていう風に考えるとですよ、実際出ていくお金は26万円ぐらいやけど、次のレンズを購入するときに3万円のニコンダイレクトがあれば、まあ、23万円ぐらいで買えるかなって考えると Z52 と ZF って意外と価格どっこいどっこいなんですね。で ZF もファームウェアの 2.0 大型が公開されているので、フレキシブルカラーとかイメージングレシピとかそのあたりは使えますので、まあそんなに大きな差は感じないかもしれないかなって思います。なので ZFC のユーザーさんであれば ZF っていう選択肢もあるんじゃないのかなってのは思うところでございますので、必ず Z52 か Z52 ではなくて Z52、Z52 もしくは ZF っていうね、こういった候補も考えていただくのがいいんじゃないのかなって思います。まあ ZFC と ZF 両方持ってるのもなかなかおしゃれやしねっていうところがあります。というのを並べておきながら改めて結論の話をするんですけども、Z52、Z52 まあそれぞれの良さがあるよねっていうところもあるんですが、まあニコンの価格に対して詰め込めるもの、性能スペックっていうものはここ最近 Z シリーズ本当にすごいですよね。もっとなんか金額に対して機能、まあ言い方あれですけど制限したりとかね、抑えるっていうこともできるはずやのに、もうゴリゴリに搭載してくれているっていうところがありますので、もう安心して購入できると思います。なので質問者様のコメントにもありました、まあ予算をあまりカメラにかけれないっていう価格重視なのか、ただ後悔のない買い物をしたいっていうその現実的な価格の面と後悔したくないなっていう感情の面、どっちを重視するのかで選んでいただけるといいかなと。で個人的にはまあ経験上ですよ、頭の中できっとちらつくと思うので、金額で悩まれているのであれば手数料の少ない範囲で分割したりとか頑張って貯金して、まあ、上位のモデル Z52 をゲットされる方が後悔のない買い物にはなると思います。でもそれはちょっと私はよつさんのその買い物財布事情に責任は持てないので、私やったらそうするかなっていう回答の範囲にとどめますので、いやそれでも金銭的に厳しいんですわって話であれば、もう一択もう消去法で Z52 を選ぶっていうのがいいんじゃないのかなと。でどちらもいいカメラです。 Z52 も Z52 も、もっと言うと ZF もねいいカメラなので、多分どれ買ってもそんなに後悔は
しないんですよ。ただちらつくかちらつかないかが結構大きな問題で、Z52、Z5F 買うたら Z52 ちらつかへんし、Z52 買うたら ZF もそないちらつかんと思いますわ。ただ Z52 はちらつく可能性が、上域がね、フルサイズ機がちらつく可能性がありますので、現実を見るか、価格を見るか、で、価格で妥協諦めているのであれば頑張って購入してみるっていうのが購入の少ない買い物になるんじゃないのかなってのが今回のね、私からの回答、結論という形になります。皆さんはカメラレンズ購入されるときはどうされてます？価格で悩まれてるときは頑張って購入するのか、いや価格で悩んでるっていうことは身の丈に合った買い物ではないから買わないようにしているとかね、ぜひ皆さんのカメラレンズに対する金銭感覚というかこの基準みたいなものがあれば、この YouTube のコメント欄で残していただけると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新、ショート動画挟んでですけどね、毎日更新続けておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また写真集概要欄にリンク貼っております。ボリューム1、2、3、4、4作目までね、作っておりますので、ぜひ興味ある方、写真集概要欄から購入していただけると嬉しいです。あと、オンラインサロンですね、ジマチューブコミュニティっていったものを運営しております。オンラインサロンではですね、日頃カメラとか写真に対する交流をしつつですね、月に1本皆さんからご投稿いただいたお写真に対してフィードバックのお話をさせていただいて、メンバーさん限定の動画を収録しております。で、半年に1回関西の合同写真展ね、開催されているところに私がゲスト出展することが多いので、そちらに一緒に出ませんかっていうお誘いをね、させていただいたりとか、どちらかというと、写真撮影を続けていくモチベーションの維持、継続っていうところのね、役立つサロンになるかなって思いますので、ぜひ興味ある方はご参加いただけると嬉しいです。写真集は興味ある方がね、jimatube.com/store ストアでね、チェックしていただけたら、ショップページ見れますので、ぜひ興味ある方は覗いていただけると嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価は無料でできる応援ボタンなので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。こんなところかな。皆さんがね、カメラ、レンズ、もしくはZ5-2、Z50-2 で悩まれているようであれば、この動画が参考になれば嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。